私が小説を執筆するのは、目に入った種々のもの、風景や建築や雰囲気など、観念、出来事、そして美術や文学の中で出会ったイメージから生まれた脅威や美や冒険への期待についての曖昧で捉えどころのない断片的な印象を一層明確に詳細にかつ安定した形で目に見えるようにして自分自身を満足させるためです。怪奇小説を選んだのはそれが何より自分の好みに合うからでした。私の中の最も強く、最も永続的な願望、すなわち今すぐ時間、空間、自然法則という忌々しい制限を一時停止させ、あるいは打破する奇妙な幻想を見たいという願望に、私たちはそのような制約の中に永遠の囚人として監禁され、目に見え分析できる半径を超えて無限の宇宙空間を知りたいという好奇心を満たしきれないでいるのです。それらの小説はしばしば恐怖という要素に重きを置きますが、それは恐怖が私たちの最も深くかつ強い情動であり、また自然に反する幻想を想像するにあたって最も優れたよすがとなるからであります。恐怖と未知、ないし不思議なものとは常に密接に関連しており、恐怖という情動に力点を置くことなしに、自然法則を粉砕する図、宇宙ののけものになる図、あるいは外部にあることを満足に描くことは困難なのです。多くの私の物語において、時間が重要な役割を果たしているのは、私の心の中では大宇宙広しといえども、この要素以上にドラマチックであり、かつ容赦のない恐怖をもって浮かび上がってくるものが見当たらないからです。私にとって時間との衝突こそ人間に表現し得る最も強力かつ実り多い主題です。私が選んだストーリーライティングの形式は明らかに特殊でおそらくは偏狭なものですが、それにもかかわらず文学そのものと同じくらい不滅で永続的な表現法です。人口の中の少ないパーセンテージながら、常にある種の人々がおり、未知の外宇宙への身を焦がすような好奇心を持ち、基地の現実という牢獄から逃げ出して、信じがたい冒険と限りない可能性を持つ魅惑の国へ行きたいという燃えるような願いを持っているのです。夢の中で、また深い森や幻想的な都会の塔や燃え上がる夕映えがほのめかす一瞬の暗号として私たちの前に開かれる魅惑の国に、このような人々の中には私のような取るに足らぬ素人だけではなく偉大な作家が含まれます。男性にポー、アーサー・マッケン、M.R. ジェームス、アルジャーノン・ブラックウッド、およびウォルター・デラメアがそれに属する代表的な巨匠たちです。私が小説を書くやり方といっても決まった方法があるわけではありません。私が書いた物語にはそれぞれに異なった由来があります。一度か二度、文字通り夢そのものを書き出したことがありますが、普通はどんな雰囲気や観念やイメージを表現したいかというところから始め、それらを具体的な言葉の形で
記録できる劇的な事件の連鎖として具体化するうまい方法を思いつくまで繰り返し考えます。よくやる方法としては、そのような雰囲気や観念やイメージに最もよく合致する基本的な条件や状況のリストを一通り頭の中で作っておいて、ついで選択した条件や状況に基づき、どんな論理的かつ自然な動機があれば、当該の雰囲気や観念やイメージを説明できるか推測するというのがあります。もちろん、ライティングの実際のプロセスは、主題及び初期の着想によって様々ですが、仮に私が書いた物語の全来歴を分析するならば、平均的には次のような一組の規則程度のものが機能できるのではないでしょうか。1、口外ないしはシナリオを用意し、その中で出来事を語る順ではなく、厳密な起こる順に記述する。記述には十分な長さを与え、要点をすべてカバーし、予定しているすべての事件の動機づけを網羅する。この一時的なフレームワークを作る段階で、詳細箇所、コメント、予期される結末を記述してもよい。2、事件に関する第二の口外、ないしはシナリオを用意する。これは、事件が実際に起こる順序ではなく、語る順にし、細部に至るまで十分な記述を行い、パースペクティブ、ストレス、クライマックスの変更についてメモする。もしそのような変更がドラマに力を与え、小説の総合的な効果を増すならば、当初の口外をそれに応じて変更する。事件の追加や削除は自由に行う。最初の計画とまるで違う物語になっても構わないので、当初のコンセプトに縛られてはいけない。小説を練り上げるプロセスで付け加えたり改変したりするようなうまい案があれば、いつ何時でも実行すべきだ。3、第2の語る順、口外に従って手早くさらさらとあまり細かいことを言わずに小説を書いてしまう。書いている間に事件やプロットを変えた方がうまくいくと思ったら、以前の設計にこだわらずに変更すること。新たに劇的な効果や生き生きしたストーリーテリングを入れられる機会があれば、有利だと思うものなら何でも取り入れよう。前の部分に戻って新しいプランと整合するように修正する。必要があれば、あるいは好ましければ、セクションを丸ごと挿入したり削除したり、発端と終結を変えてみたりしながら、最良の順序が見つかるまで試みる。しかし、参照関係が小説全体を通じて最終設計と完全に調和していることを確認せよ。過剰かもしれないあらゆるものを除去する。単語、文、説、あるいは相和や要素を丸ごと。ここでも常に参照関係全体が調和していることをいつも同様に確認する。4. 文章全体を改訂する。その際、語彙、統合法、三分のリズム、各部の比率、語調の微妙さ、転換における優美さともっともらしさ、場面から場面へ、感情で細かなアクションから、ある程度のタイムスパンにわたる
素早く大雑把なアクションへ、及びそれらの逆、など、など、など、開幕、終結、クライマックスなどがどの程度効果的か、ドラマチックなサスペンスと観光、ありえそうな話だという感じと雰囲気、及び様々な他の要素に注意を払う。5、きちんとしたタイプ原稿を用意する。適切と思われるなら、最後の改訂作業を恐れるな。これらの中で第一の段階は、しばしば純粋な精神作業となります。脳内だけで条件と出来事のセットを作ってしまい、語る順の詳細な口外を用意しようという時点まで紙に書かないのです。時々はアイデアをどう発展させるべきかわからないままにいきなり書き始めてしまうこともあります。こうやって着手すると弾みで書いたり独りよがりになったりしがちです。思うに怪奇小説ははっきりと4種類に分けられます。一つは雰囲気ないし感覚を表現するもの。もう一つは絵画的概念を表現するもの。3番目は一般的な状況、条件、伝説ないし知的な概念を表現するもの。第4は限定的な劇的場面ないし特定のドラマチックな状況ないしクライマックスを表現するものです。あるいは怪奇小説は大まかに次の2つのカテゴリーに分類することができるかもしれません。ある状態ないし現象に関わる脅威ないし恐怖を描くもの、および奇怪な状況ないし現象に関連した登場人物の行動を描くもの。それぞれの怪奇小説は特に恐怖小説に絞って言うと明確に分けられる5種類の要素を伴っているように見えます。A、基礎的な定流をなす恐怖ないし異常性、状態、存在など。B、恐怖の一般的な効果ないし影響。C、恐怖が顕現する形態、恐怖を実体化する対象及び観察される現象。D、恐怖にふさわしい反応のタイプ及び E、恐怖が所与の諸条件と関係して及ぼす特定の効果。私が怪奇小説を書く際はいつでも正しいムードと雰囲気が得られるよう極めて慎重に試みており、強調がしかるべき箇所に来るようにしています。見かけ倒しの未熟なパルプフィクションでもなければありえない、ありそうもない、あるいは信じがたい現象を客観的な行動や平凡な情動を語るような日常的な語り口で提示することはできないのです。信じがたい事件や状況を書こうとすると、一つの特殊なハンディキャップを背負うことになるわけで、これは克服しなければなりません。そのためには、物語のすべての層にわたって慎重なリアリズムを維持するより他ないのです。ただし、書こうとする脅威自体に触れる場合は別です。この脅威は極めて印象的にかつ注意深く扱う必要があります。情動を慎重に盛り上げるのです。さもないと、その脅威も平凡で説得力のないものに見えてしまうでしょう。
何と言っても物語で一番主要なものなのですから、それが存在するというだけで登場人物や出来事の影は薄くなります。しかし、登場人物と事件はその脅威に触れる時を除いて一貫性を持ち、自然でなければなりません。登場人物はその中核的な不思議をめぐって、その種の不思議に対して類似した人物が実際に示すのと同様の感情に圧倒されなければならないのです。決して不思議というものを当然視してはなりません。登場人物が問題の不思議に慣れていると考えられる場合ですら、私は読者が感じるであろうものに符合する畏怖と印象深さの雰囲気を織り上げようと試みています。おざなりな文体はあらゆるシリアスなファンタジーをぶち壊しにしてしまうのです。アクションではなく雰囲気こそが怪奇小説に望まれるものです。そう、不思議の物語というのは人間が抱くある種の気分の活画でしかありえません。他のものになろうとした瞬間に、それは安っぽい、浅薄な、説得力を欠くものになってしまいます。何よりも、微妙なほのめかしを重視せねばなりません。それとわからぬ暗示及び連想によって結びついた寄り抜きの細部。これによって気分に陰影を持たせ、非現実的なものに異様な現実感を与えるぼんやりとした幻想を作り上げることができるのです。色彩と象徴の切れ目のない雲を離れて、単に信じがたい出来事を羅列しても、無内容かつ無意味で避けるべきです。これらが初めて本気で幻想小説を書こうと企てて以来、意識的であれ、無意識のうちにであれ、私が常に従ってきた規則、ないし規範です。私が書いたものが成功しているといえば異論があるでしょうが、最後の数節で言及した考察を無視していたら、今よりずっと悪い作品になっていただろうと、私は少なくともそう感じているのです。